皆さんこんにちは。こんにちは。スプロケットで作る珍兵器。今回は以前からたくさんリクエストがあった架空戦車を作っていこうと思います。みんなリクエストありがとな。では早速設計画面に入っていきましょう。架空戦車言っとったけどどんなの作るん？珍兵器ということではないんだけど、アニメに登場する架空兵器ね。アニメ系は初めてやん。資料を紹介するとこちらです。飛行機みたいなの乗っとるで。さすがあかねちゃん。今までいろんな珍兵器を見てきたことはあるね。なんと、上部を切り離し、飛行することで防御の弱い天板を攻撃するという兵器です。無茶しすぎや。これはガンダムシリーズに登場するマゼラアタックと呼ばれるもので、かなり前から作ってほしいとリクエストをいただいていたものになります。みんな詳しいんやな。フリーフォームモードで自由に戦車を設計できるようになり、ようやく作ることができるようになりました。作るのもかなり慣れてきたからな。はい、後ろでせっせと作っているのは、履帯をつけたマゼラベースと呼ばれる部分です。車体のところか。資料によってマゼラアタックのサイズが異なるとのことなのですが、今回は全長 10.2 メートル、幅 7.4 メートルを目安に作りました。かなり大型やん。この四角い箱でサイズを測り、履帯の位置を調整します。ここで間違うと変なサイズ感になるからな。そうね。見た目をよく作るコツは、サイズ感を大体合わせることです。今回もサイドスカートで覆われており、履帯構造はほとんど見えないのですが、電輪の数や軌道輪の位置は大体合わせています。作っている時におかしいところも出てくるので、とりあえず次に進みましょう。それでは車体を作っていきます。詳しいサイズ感や傾斜角がわからないので、見た目で合わせました。今回のように角度がわからない場合は、天輪の位置と折れ曲がる位置を比較しながら作るといいと思います。マゼラベースの中央は、このように鉛筆のような形になっていますね。あとはそれっぽく形を整えて、両サイドを作っていきましょう。最初に用意されている車体以外の構造は、すべて方法パーツで自作しました。上の飛行機みたいなところも全部作ったん？この四角い箱から切り出すような形で自作ですね。それめちゃ大変やん。両サイド部分も車体本体と似ているので、同じように作ります。とりあえず小さい状態で形を作って、最後に伸ばすという方法で作った方が、手早く上手にできますよ。小さい方が修正するのも楽ってことか。あとは微調整です。本体のこの部分が太くなっていたので修正しました。お尻の部分も整えましょう。サイドスカートを搭載するので、側面をデリート。次に、両サイドについている謎の構造を作ります。この四角い部分か。面倒なので両サイド同時に作ろうとしたのですが、これがめちゃ難しい。結局片側3つ、合計6つ、箱のような形を自作し、仕上げました。楽しようとすると逆に時間取られるパターンやな。こんな単純な構造もまとめて作れないのが難しいところですね。では、8つ目の自作パーツ、サイドスカートを作ります。どうしようか迷ったのですが、1つの方法パーツから両サイドを作ります。大丈夫か？サイドスカート間の隙間は、エクステンドで面を新たに作る形で再現します。先にちょっと飛ばせて。唐突にエコを入れんな。側面を選択して、エクステンドで立体を追加。中央の不要な面をデリートして、両サイドと合体します。あとは中央の不要な面を削除、間隔を詰めれば完成ですね。こんな作り方もあるんやな。最終的にこのような見た目になりました。上手にできとるやん。次はマフラーを収めるこの構造です。このような単純な形なら作るのは簡単。ちなみにこれ作るのどのくらい時間かかったん？マフラーのみの構造は約5分だね。そのくらいで作れるんやな。このフリーフォームモードは操作感になれればどんな形でも作ることができます。はい、あとはこの赤点を選択して面を作れば完成です。今見返すと角度が気になりますが、次に進みましょう。続いて、マゼラトップを接続する構造を作ります。形は単純なのですが、サイズ感がわからず、制作中に何度か修正しています。砲塔パーツを加工して自作する利点は、確か修正もしやすいことやな。実は、下の車体から引き伸ばし作ることもできるのですが、この方法では修正がほとんどできないので、おすすめの作り方ではありません。はい。では、マゼラトップと接続する台座部分をささっと作っていきましょう。こんな感じですね。サイズ感を修正してここの部分は完成です。ゆるふわ軍事チャンネル。今回マゼラアタックを作る上で最も難しいのはこのマゼラトップです。この飛行機みたいな構造やな。サイズ感を誤ると取り返しがつかないので、まず仮組みして作ることにしました。
このような場合は、車体幅とどのくらい差があるのか比較しながら作ります。サイズ感が大事なんやな。それでは本体を作っていきましょう。はい、がっつり作っていますが録画するのは忘れていました。何してんねん。では、制作映像を見ながら、マゼラアタックについても紹介していきましょう。ウィキペディアの丸写しになるのですが、丸写し言うな。機動戦士ガンダムシリーズに登場する主人公らの敵対勢力となるジオン広告軍の戦車です。今作っているマゼラトップと車体側のマゼラベースの2つから構成される戦車で、諸説あるのですが、主砲は 155mm 砲を搭載していました。かなり大口径やな。車体の先端には諸説あるのですが、30mm 級機械砲を3連装搭載。これも後から自作します。さっきから諸説あるってのは何なん？記事を読む限りでは、時代ごとに大きさや設定が変わっているところがあるみたいね。ちなみに、漫画作品では、マゼラアタックではなく、マゼランアタックと呼ばれていた時もあるそうです。ブレすぎやろ。マゼラトップは砲塔のように旋回することができなかったのですが、スプロケットで作ると色々と面倒なことになるので、普通に旋回するように作りましたよ。ほんで、このマゼラトップは垂直に着陸することができ、マゼラベース間を行き来できたそうです。ただ、ベース側が破壊されてしまい、飛行時間わずか5分という制限もあり、不時着を強いられることもあったそうです。待て、想像以上に短すぎやろ。ちなみにガンダムにおける仕様としては、車重は62トン、最高速度は時速99から 120km。マゼラトップは飛行速度 300km。この機動力を活かして冒頭紹介しましたが、敵の天板など装甲が薄いところに攻撃するというものです。なるほど。でも主砲撃ったら大変なことになるんちゃうん？一応、主砲は無反動砲という設定、榴弾砲という設定、いわゆる普通の戦車砲という設定がいくつかあるそうです。めっちゃ多いな。男の子は設定するの好きだからね。そうなん。YouTube やニコニコ動画では、この戦車を解説している専門動画もあるので、ぜひ閲覧してみてくださいね。はい、後ろではマゼラトップが完成しつつあります。翼がついたな。あとは不要な面をデリートすれば両端は完成ですね。続いてコックピットです。これは半球体の砲塔パーツを加工する形で作ります。やり方は簡単。全体を選択してサイズを調整。伸ばしたい面、縮めたい面を選択して形を作っていきます。基本的な形が準備されとると作るのも楽になるな。それっぽい形にしたら車体に埋め込んでおきましょう。だいたいこんな感じですね。いつの間にかそれっぽくなっとるやん。その後ろに垂直尾翼を搭載。そしてエンジンノズル。ロケットのようなノズルが8つついていたので全て自作しました。こんな感じでマゼラトップは完成です。みんなできたで。それでは車体前方に機械砲を搭載します。これは台座部分ですね。砲塔パーツを切り出す形で本体部分をまとめて作ります。そして方針を3つ、これも全て自作して搭載します。今回自作する数どのくらいなん？最終的に36個だね。36？いい感じに作れたらずっぽりと埋め込みます。何のエコーや。サイズ感を合わせたら完成ですね。ポイント。いきなり来たで。ポイント。みんな大好き謎の配管を搭載。これどう見てもマフラーの先端やん。本当にそうだと思う？こんな感じで大気放出しておきましょう。まもなく形は完成なのですが、新しい構造をいくつか追加していたところ、いつの間にか両サイドが消えていました。何してんねん。てか前回も消えとったやろ。また妖怪の仕業か。だからどう考えてもズンコの操作ミスやん。これね、ガチでいつ消えたのかわからないんだよね。消すときは警告する画面が出るようにしてほしい。唐突に変な声出すな。出し忘れていたのでここで使ってみました。それでは細かい装飾をつけていきましょう。これはサイドスカートを固定する金具。今回は市販されているプラモデルの EX モデルから装飾をつけています。なんか細かいものがめっちゃ多いな。左上の画像ではわかりにくいのですが、このような模様があったので装甲板を使って入れています。これはめちゃ手間かかるな。30枚ほど装甲板を入れた後は表面の模様を作ります。ここにも同じ模様があったので装甲板を入れて、車体にもあったので入れていきます。後ろの出入り口付近に謎の配管があったので搭載。これ配管ちゃうやろ。保護する的なやつや。本当にそうだと思う？だから何に期待しとるんや。そこのところにも謎の構造があったので搭載します。これは何かな？マゼラトップにも装飾を入れていきます。
翼の前縁はこのようにしておきましょう。装飾を入れるとそれっぽくなるな。そうでしょ？プラモデルを作っている方は、墨入れという工夫をしているようなので、同じようにペイントしてみました。これめちゃ入れるとこ多いやろ。はい、やばいほど時間をかけて墨入れ完了です。なるほど、各パーツが立体的に見える感じがするな。遠くから見るとそうなんだけど、近くから見るとちょっと違和感があるので、今回は翼など一部だけ入れておきました。つなぎ目があるように見せることができるんか。あとは、コックピットは灰色、エンジンノズルは黒に塗装しました。細かいところも塗装できる感じなんか。このように自分で用意した画像を貼り付けることで、塗装しているように見せることができますね。それでは完成した車両を見ていきましょう。重量は150トン。待て、このシナリオで最大の重量やん。走行については後から詳しく紹介しましょう。主砲は 51.6 口径 155mm 砲を搭載。最高速度はこの重量の関係で時速 47km。機動性については履帯の間隔が広いので良好ですね。そして制作時間は12時間以上となりました。時間かかりすぎやろ。次回はもっと早く作れるようになるはずです。人とのサイズですが、目安としてはこのくらいになります。これ想像以上にでかすぎや。走行については、被弾が予想される車体本体正面が 150mm、特に何も入っていない両サイドは 5mm です。フライパン並みやな。マゼラトップは敵の攻撃にさらされやすいため、200mm を基準にしています。カチカチやん。翼は 90mm ですね。今回は第2波からマゼラトップを分離して戦います。分離したで。こういったこともできるように考えて設計しましたよ。久しぶりに空から攻撃やな。もちろん自由に飛行することはできないため、車体の移動に同期する形で戦っていきます。それではゆかりちゃんを呼んで試合をしていきましょう。皆さんこんにちは。いつものように私は砲手、あかねちゃんはドライバー、ゆかりちゃんは状況報告ね。了解。それでは戦闘開始。ゆるふわ軍事チャンネル。よいしょ。はい、いつもの戦場にやってきました。今回は重量が150トンなので、味方戦車はいませんね。てか何しれっと着替えとるんや。あかねちゃん発進。行くで。一応みんなの分あるんだよ。あるんだけど、お察しのところが色々と残念なことになるので、そのままの衣装にしておきましょう。ようわからんけど大人の事情ってことやな。はい、今回搭載しているエンジンは、このゲームでは最大の重量 6.3 トンの80リッター V16 エンジンですね。かなり重い戦車やけど快速やな。あと、画面の左のところに見えてるのは何なん？これね、戦車作った時の自作パーツが事実上砲塔という扱いで、搭載している砲弾の数が表示されているんだよね。これ全部に砲弾入っとるん？マゼラトップの本体以外には入っていないよ。そうなん。びっくりしたわ。この戦車、めちゃ撃破されやすいんだから、乗せたら地獄だよ。今なんて言った？あかねちゃん、そこの丘の上で停止。敵戦車が出てくるまで待つよ。ここのところやな。敵さんが出てくるまでカット。敵戦車死人11時の方向。よし、この距離から狙っていきます。敵戦車発砲。これ、マゼラアタックの 155mm 積んだら。ピンピンしとるで。なんだったマゼラアタックの 155mm 積んだら。さあ今回も盛り上がってまいりました。こんなことで盛り上がらんでてかちょっとバックするで。そうね。普通にワンパンされる系の戦車だから隠れないと本当にまずい。これめっちゃ装甲ついとるんやな。敵戦車撃破。これね、どういうわけか敵の砲弾が貫通しまくります。血管戦車やん。しかも面が多すぎてどこが原因なのか探すことも不可能。そういえば前も装甲積んどったけど弱い戦車あったな。敵戦車の正面走行を貫通撃破。今ちょっと画面赤くなったよね。これ多分貫通されてるんだよね。重戦車クラスの砲弾貫通するとかおかしいやろ。ちょっと離れてるけど慎重に狙って。正面走行を貫通炎上。随分溜め込んでいたみたいですね。1時の方向に敵戦車。というか敵が全然攻めてこんな。あいた。今回も敵作業命中精度やばいやん。敵戦車の砲弾に誘惑炎上。まあこの位置だと100発100中ですけどね。なかなか順調やん。砲弾の直進性が良くて当てやすいね。砲身の長さも8メートルあるからな。お腹の部分にニヤッと攻撃。あれ？激しく長弾。お腹の部分にニヤッと攻撃。
いた。未知の事象が発生している。これいつもの冗談や。もう一回お腹にドーン。多分長弾ノーダメージ。ちょっと待った。開発者に積んだろ。という変な夢を見ていたというお話なんだよ。そんなんあるわけないやん。さっきからめっちゃ強いで。慎重に狙って。敵戦車炎上。第一波すべて撃破。それではマゼラトップを分離して戦っていきましょう。はい、こちらがマゼラトップです。この視点はめっちゃ久しぶりやな。もちろん四方も撃つことができますよ。出た、トップアタック攻撃や。では第2波、重戦車戦をしていきましょう。敵戦車死人、複数量接近中。ターゲットまで距離約600メートル。今回もまた遠くにいる感じや。よいしょ。手前に着弾。これね、敵さんがこっち来ないから遠くから狙う必要あるんだよね。映像は実際のゲーム視点から3倍に拡大しています。このくらいかな？ティーガー湾の正面走行を貫通。撃破。うまく狙いとるやん。このくらいは余裕ですよね。右の丘に敵戦車2両。あらあら、次はこっちの視聴者さんね。視聴者さんいじりやめる。やだ、そんなお尻抜けちゃった。問答無用に打ち込む東北地面で上弾した砲弾が命中。撃破。やだ、そんなお尻抜けちゃった。いい感じに決まりましたね。さっきからちょい手前気味やん。ちょっとカットしてこっちの敵さんを狙いましょう。くらえ、155ミリ積んだろう。車体側面を貫通。撃破。今のはバッチリええ感じや。次はこっちにいるもっと離れた敵さん狙いましょ推定距離700メートル。う。よいしょ。命中したものの長弾。離体に命中と思われます。これね、ちょっと左に傾いてるんだよね。弾が左に飛んでいくんか。敵戦車の側面に命中。撃破。さて、そろそろサクッと終わらせていきましょう。よいしょ。長弾。おりゃ。燃料タンク爆発。いやー、置いた。長弾。あー、置いた。全部長弾。もう何してんねん。遠すぎてうまく狙えない。敵戦車に命中。炎上。まあ、このくらい余裕です。カットしたのも含めて外しまくっとるやん。敵戦車残り1両。ちょこっとカットしてこれで終わらせますよ。おいっと撃破。正面走行を貫通。撃破。はい、今回もズンちゃんチーム大勝利ですね。ゆるふわ軍事チャンネル。はーい、戻ってきました。上下分離することができる戦車、マゼラーダックどうだったかな？作った戦車は機動性はそこそこ良かったけど、やっぱり防御面がおかしいことになっとったな。攻撃力や命中精度についても特に問題はなかったのですが、十分な装甲を積んでいても、中戦車に抜かれてしまう問題が発生しました。原因はわかりません。多分作った砲塔パーツの組み合わせが悪いんやろうな。ゆかりちゃんはどうしたの？またすごいよね。みんなあの衣装熱くなかった？特に普通やったで。あ、ゆかりちゃんのは予算の都合で通気性ゼロのビニールで作りました。おいこら。はい、最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価をいただけると嬉しいです。では、次回の動画でお会いしましょう。またね。またな。